Go! はい、毎度おなじみです。段ボールが届きました。今回はですね、なかなか面白い機械のご紹介です。フォコースのレーザー彫刻機です。レーザー彫刻機、なんじゃそりゃって感じですけどもね。最近はですね、DIY 用にいろんな工具がね、発売されていますので、まあね、レーザー彫刻機のことは知ってはいましたが、ちょっとね、敷居が高いというか、ネットなどでもまだまだね、情報が少ないので、どういう風に使えばいいのか、ちょっとね、イメージが湧かなかったんですよね。でもね、興味はあるので、一度使ってみたいなと思っていたところに、ちょうどいいところにこの案件のご依頼をいただきました。さすが精密機器メーカーですね。かなりしっかり梱包されています。日本語の取扱説明書が入っていました。組み立てる前の状態で入っているので、中に入っている部品を確認しながら自分で組み立てるみたいですね。まあそれほど難しそうではないですけども、レーザー彫刻機自体をねちゃんと分かってないんで、しっかり説明書を読みながら組み立てたいと思います。それでこの作業場はねちょっと埃っぽいんで、組み立てはね室内で行いたいと思います。ファクトリー9。説明書がですねかなり詳しくしっかり書かれていて、組み立てに使うネジ類もですね説明書に沿って、これはステップ1で使いますとかね、これステップ2ですよとか小袋になってるんですよね。これはありがたいですよ。本当に分かりやすい。ものづくりをするための、まあいわばこれは工作機械ですよね。工作機械のメーカーさんなんで、組み立ての手順なんかがね本当に分かりやすく詳しく丁寧に書かれています。もうなんかねこの時点でこの機械かなりいいんじゃないかなと思っちゃいましたね。このフレームの位置と向きがねちょっと分かりづらかったんですけども、絵をしっかり見ればねもうその通り書いてありますんで、絵の通りね見た目通りに組み立てましょう。ちなみにですけどもね、左右の2本の棒がメモリがついている、寸法が打ってあるのが左右の棒ですね。それで手前の棒がねフォコースっていう風にね、メーカーの名前が書いてあります。フォコースと書いてある手前のフレーム以外3本を組んだら、このレーザーモジュールが乗る X 軸、これをフレームに差し込んでいきます。結構ね精密にできてるんで、寸法ぴったりなんでね、あまり力を入れずに慎重に入れるといいと思います。これで入ったんで、残りのフレーム1本を組み立てます。組み立て用の六角レンチもついてますんで、特にね自分の工具なんかは必要ありません。付属しているものだけで組み立てができます。次にこの足の部分とコントローラーの部分ですね、これを取り付けていきます。足1つに対してボルト2本で留めます。これはね何にも難しくないですね。コントローラーも足の高さと同じになっていて、ボルトで留めるだけですね。これでね大体の形が出来上がりました。ファクトリー9。Y 軸を動かすためのベルトを取り付けます。これ実はね後でわかるんですが、取り付け方をね間違えました。ここにねギアがあるんですが、ここを通すの忘れたんですよね。まあこの時点でもねなんかおかしいなと思いながらやってはいるんですけどもね、後で試運転するときにここのギアを通してないので Y 軸がね全く動かないんですよね。そりゃそうですよね。ギアが回ってもただ空回りしてるだけで動くわけありません。これはね僕が説明書をちゃんと読んでないっていうだけなんですよね。説明書にはちゃんと書いてあります。皆さんはあんまりね勘でやらないように、説明書をちゃんと読んで組み立てましょう。
Y 軸用のベルトの取り付けが終わったら、いよいよ肝心のレーザーモジュールの取り付けです。これがね、一番大事な部品ですね。まあ一番大事な部品とは言っても取り付けは簡単で、手で回せるネジ2本と、あと裏側にですね、ストッパー役の小さいビスを2本締めるだけです。そうしたらコントローラーからケーブルが出ているので、レーザーモジュールの部分にカプラーを2つ差し込みます。カプラーはもう一つあって Y 軸用のモーターのところに差し込みます。あとはね、X 軸 Y 軸が動いてもケーブルが邪魔にならないように Y 軸用のモーターの上あたりで結束バンドでケーブルを留めておきます。最後にですね、このレーザーの高さ調節のジグが1つついているので、このアルミの円柱のようなものがそうなんですが、これを使って加工する板との間の距離を合わせます。まあこれはね、実際に加工するときにもう一回やった方がいいと思いますね。ということで、これで組み立て作業は完了です。アクト EQ。一度パソコンとつないで動くかどうかね、確認してみたいと思います。付属品で USB の SD カードリーダーがついています。この SD カードの中に必要なソフトとマニュアルが入っています。これをパソコンにインストールして動くかどうかやってみたいと思います。この USB のケーブルもね、付属品でついています。パソコンとレーザー彫刻機を USB で接続します。レーザー彫刻機の電源を入れて、ソフトの接続ボタンを押します。これでパソコンとレーザー彫刻機が接続されたようですね。僕はね、完全にこれ初心者なんで、かなりね、恐る恐るやっています。パソコンの操作で横方向には動くんですけど、縦方向にね、動かないんですよね。これがですね、先ほどの組み立ての時の説明で、後で間違いに気づくって言ったところなんですけどもね。ベルトをギアに通していないので、動くはずがないんですよね。取り付け直しています。はい、これでね、縦方向にも動くようになりました。アクト EQ。それではね、試運転で何か一つちょっと彫刻をしてみたいと思うんですが、その前にね、レーザー彫刻機って物を焦がしながらね、彫刻するような感じなんで、この彫刻機自体の下にね、これを敷こうと思います。ケーカル板です。ケーカル板はね、不燃材としてキッチンの天井とか壁とか、あと炎症を防ぐために軒下なんかにも使われていますね。まあ幅広く建築材料として使われている不燃材です。まあ石膏ボードでもいいかもしれませんが、石膏ボードはね、紙が貼られてるんで紙が焼けちゃいますよね。このケーカル板を敷いておけばね、とりあえずレーザーが突き抜けたとしてもすぐにはね、燃えるってことはないと思います。ということで、もう一度パソコンと接続しまして、このね、ファクトリー Q のロゴマーク、これをね、ちょっと彫刻してみたいと思います。この杉板にね、彫刻してみます。付属のジグで高さを合わせて、レーザーの高さを固定します。それでは始めます。おっと、結構パワフルですね。なんか焦げ臭い匂いがしてきました。作業中はこの保護メガネをかけます。
これも付属品に入っています。彫刻が終わりましたが、見てください。なんかね、歪んでるんですよね。これはですね、さっきやり直したベルトが関係してる気がしますね。ベルトをですね、少し引っ張って貼り直しました。それからですね、ここのね、3つのローラー、ここに少しガタがあったんで、そういう時はですね、この下のところに調節用のナットがあって、これがね、変身ナットになってるんですね。なので、ここを動かすとローラーの高さをね、変えられるんですね。ガタがないようにして、ちょっとね、締め付けるような感じにしました。どのくらいかと言いますと、こうやってね、斜めにした時に、まあだいたい45度ぐらい傾けると、ようやくね、この X 軸がゆっくり滑り落ちてくるという、このぐらいの硬さにしました。はい、こんな感じですね。あまりスッと落ちるんじゃなくて、ゆっくり滑る感じですね。ファクトリー9。それで今度はスタンプのような感じで塗りつぶすようなね、そういう彫刻をやってみています。どうでしょうか。結構綺麗にできましたね。この輪郭の方もね、歪まずに綺麗にね、彫刻できたと思います。これをね、薄い板を使ってスピードを遅くすればね、多分ね、切り抜けるんじゃないかなと思うんですね。ファクトリー9。ということで、このベニヤ板ですね、3mm のベニヤ板です。これをね、切り抜いてみたいと思います。切り抜くためのデータを作っています。レーザーの動きをね、遅くしてるんですけども、その目安になるような数値は付属品のね、SD カードの中に入っています。これを参考にするといいですね。あとはね、とりあえず一度やってみる。まあ精密機械とはいえね、材料が木材だったりするんで、そんなにね、この数値通りにはいかないと思います。一度やってみるのがね、手っ取り早いですね。それで、ベニヤ板をね、少し浮かせたいですよね。切り抜くってことは下にレーザーが抜けるってことですから、本来はですね、ハニカムパネルっていうのが売られていて、それでやるらしいんですけども、新しいバーベキュー用の金網があったんで、これで代用してみたいと思います。端の方にちょっと重りを乗せて動かないようにします。レーザーの高さを付属のジグを使って調節します。それでは始めます。保護メガネをかけます。どうやら順調に動いていますね。はい、加工が終わったようですが、レーザーがね、まだ貫通していなくて切り抜けてはいないようなんですよね。このまま動かさずに同じ工程をね、もう一回やってみたいと思います。同じところをなぞるってことですね。これはですね、最初から打ち込んでおけば2回なぞるとか3回なぞるとか回数の指定もできるようになっています。はい、2回目が終わりました。どうでしょうか。切り抜けてるでしょうかね。どうでしょうかね。見てみましょう。はい、下まで切れてますね。一部分切り抜けてなかったところもあったんで、これはね、カッターでちょっと切ればいいと思います。まあ、ベニヤ板といってもですね、ちょっと木の節みたいなところがあったりね、まあ、元は自然の素材ですから、多少硬さのばらつきがあるってことですよね。でもほとんど切れてるんで、カッターでちょっと切れ目を入れればね、外れてくれます。ということで、こんなに綺麗にファクトリー Q のロゴマークを切り抜くことができました。
たまたまですけどね、このファクトリー Q のロゴマークはステンシル文字なんですよね。なのでこの切り抜いた方もね、何かに使えそうですね。この金網もね、特に損傷なく、ケーカル板はね少し焦げてますけども、これはベニヤ板の焦げがねちょっと下に移ったような感じですかね。まあ問題ないと思います。ファクトリー Q。それでこのロゴマークを切り抜いた板なんですが、あるものをね作りたいと思います。このアクリル絵の具でちょっと色を塗ります。もう1枚の板を白く塗って、ファクトリー Q のロゴマークは紺色なんですけどもね、アクリル絵の具じゃなくてちょっとね思い出したんですよね。これです。古民家の床の間の壁を塗った時のペンキです。この色がねファクトリー Q の紺色そのものなんですよね。これで塗りたいと思います。ファクトリー Q。ペンキが乾いたんで、この2枚を貼り合わせます。裏側にはエポキシの接着剤を使って小さいネオジム磁石を2つ取り付けます。ファクトリー Q。ということで、もうお分かりかと思いますが、できたこのファクトリー Q の看板ですけどもね、これはただの看板ではなくて YouTube の撮影用の車のナンバーの板を隠すための板だったんですね。ファクトリー Q。車のナンバーは YouTube 上ではね、これまではモザイクで隠してたんですけども、編集がね結構いちいちめんどくさいんですよね。これからはねこれを使って、軽トラの前でチェーンソーを使ったりね、あとは大工仕事をねこんな風にやったりとかですね、薪を運んでいて軽トラの前を通るってこともあるでしょうしね。まあ別にナンバーなんか隠さなくてもっていう意見もあると思いますが、まあ代わりにロゴマークがつけばね、まあちょっと格好もつきますしね、ファクトリー Q の動画だなっていうのもすぐにわかるんで、これからはですねこれをずっと使っていきたいと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。